糖質制限とは三大栄養素の一つである糖質の摂取量を制限する一方で、残りの2つ、脂質とタンパク質の摂取に制限を設けない食事療法のことで、海外では低炭水化物ダイエットと呼ばれています。糖質制限にはメリットがある一方でデメリットもあります。そこでこのプレゼンテーションでは、糖質制限の長所を生かしつつ、その短所を克服する方法を考えたいと思います。第1章、糖質制限は生活習慣病を改善するのか。糖質制限は様々な動機から行われますが、一番ポピュラーなのは生活習慣病の予防あるいは治療という動機です。生活習慣病とは食事を含めた生活習慣が発症や進行に深く関わっている疾患群のことで、代表的な疾患は死の四重層と呼ばれています。死の四重層とは肥満、より正確に言えば内臓脂肪の蓄積、脂質代謝異常、高血圧、糖尿病のことです。これらは糖質の過剰摂取により引き起こされると考えられています。そのメカニズムを説明しましょう。摂取した糖質は消化されて、グルコースなどの単糖類に分解されます。それらはエネルギー源として代謝されます。グルコースが余った場合、グリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵されます。さらに余ったグルコースは中性脂肪となり、内臓脂肪に蓄積されます。内臓脂肪が増えると単に肥満になるだけでなく、生理活性タンパク質である各種のアディポカインの分泌に異常が生じます。すなわち一方で、インスリン抵抗性を弱気する TNF-α、血栓を作る PAI-1、血圧を高めるアンジョテンシノーゲンの分泌が増え、他方でインスリンの効果を高め、動脈硬化を防ぐアディポネクチン、食欲を抑制するレプチンの分泌が減り、その結果、生活習慣病が悪化するのです。そこで、その根本原因である糖質の過剰摂取を止めようというのが糖質制限なのです。しかし、糖質制限は伝統的な方法であるカロリー制限よりも本当にダイエット効果があるのでしょうか。システマティックレビューの世界最高峰とされるコクランレビューが61のランダム化比較試験をまとめて2022年に発表したメタアナリシスによると、栄養バランスの取れたダイエットと比べた低炭水化物ダイエットの平均減量差は、2型糖尿病ではない太り気味もしくは肥満の参加者の場合、3ヶ月から 8.5 ヶ月の間の差でマイナス 1.07kg、1年から2年の間の平均差でマイナス 0.93kg、2型糖尿病の太り気味もしくは肥満の参加者の場合、3ヶ月から6ヶ月の間の平均差でマイナス 1.26kg、1年から2年の間の平均差でマイナス 0.33kg とのことです。要するに、2型糖尿病かどうかとは関係なく、他のダイエットと比べた減量差は極めてわずかということです。コクランレビューは糖質制限が糖尿病を改善するかどうかをも調べています。糖尿病が改善するなら、代表的な糖尿病の指標である HbA1c が栄養バランスが取れたダイエットと比べて減少するはずです。太り気味もしくは肥満の2型糖尿病患者の減量フェーズにおける変化は、1年から2年の間の平均差でマイナス 0.14% です。糖尿病の改善効果という点での優位性は極めてわずかということです。次は脂質代謝異常の
改善効果を比べましょう。2型糖尿病患者ではない太った参加者の1年から2年の間の減量フェーズにおける栄養バランスが取れたダイエットと比べた平均差は、LDL コレステロールで 0.04 ミリモルパーリットル、HDL コレステロールで 0.06 ミリモルパーリットル、中性脂肪でマイナス 0.11 ミリモルパーリットルでほとんど違いはありません。この結論は2型糖尿病患者を対象にした結果でも変わりません。最後に高血圧の改善効果を比べましょう。比較する対象と条件は同じです。拡張器血圧の平均差はマイナス 0.09 水銀中ミリメートル。収縮期血圧の平均差はマイナス 1.37 水銀中ミリメートルです。高血圧の改善効果という点での優位性も極めてわずかということです。2型糖尿病患者を対象にした結果でもそうです。では、なぜ糖質制限ダイエットは生活習慣病の改善という点で栄養バランスが取れたダイエット以上の優位性を持たないのでしょうか。この疑問に答えるために糖質が代謝されるメカニズムを説明しましょう。この図はグルコースが解糖系でピルビン酸に分解された後、ミトコンドリアのクエン酸回路に入って代謝されるプロセスを示したものです。フルクトースやガラクトースなどの他の単糖類も解糖系に入ってエネルギー源となります。しかし、エネルギー源は糖質に限定されません。この図は解糖系とクエン酸回路を簡略化したものです。脂質は中性脂肪となって解糖系に入ります。タンパク質もご覧のように解糖系とクエン酸回路に入ります。糖質を制限しても脂質とタンパク質を十分に摂取すると、それらが代わりに後期呼吸の材料となります。それどころか、解糖系に経路を逆行させてグルコースを作らせることもできます。この代謝経路は糖新生と呼ばれます。糖質を制限しても脂質とタンパク質からグルコースが作られるのですから、短期的にはともかく長期的には糖質のみを制限しないダイエットと結果に大差が生じないということです。それでも糖質制限ダイエットには他のダイエットにはないメリットがあります。それは血糖値スパイクを予防するという効果です。糖質を摂取した後、インスリンの分泌量が少なかったり、機能が十分でなかったりすると、血中のグルコース濃度が急上昇することがあります。これが血糖値スパイクと呼ばれている現象で、血管の内壁に負担をかけ、動脈硬化を引き起こす原因になると考えられています。糖質制限は血糖値スパイクを防止してくれますが、糖質制限以外の代替案もあります。その方法は第3章で紹介することにします。第2章、糖質制限にはどのような問題があるか。糖質制限ダイエットは栄養バランスの取れたカロリー制限ダイエットと比べて大きな優位性がないというのがコクランレビューの結論でした。もちろんこの結論は糖質制限にダイエット効果があることを否定するものではありません。それなら糖質制限をやってみようと思う人もいるかもしれませんが、そう決断する前にメリットがデメリットを上回っているかどうかを確認しなければなりません。そのためには糖質制限が全原因死亡率を低下させるのか否かを見定めなければなりません。
スウェーデン女性4万人以上を1991年から2003年にかけてフォローアップした研究によると、炭水化物摂取量を1デシル減らすごとに総死亡率が 6% 増え、タンパク質摂取量を1デシル増やすごとに総死亡率は 2% 増えることが判明しました。デシルとは10分位数のことです。要するに、糖質の摂取を制限しつつ、タンパク質を増やすことは有害ということです。もとより、こうしたリサーチでは何が原因で死亡率が高くなるのかがわかりません。この点で手がかりを与えてくれるのが、2010年にハーバード大学のファングラが発表した研究です。13万人弱の米国人男女を対象に、1980年から2006年にかけて、低炭水化物食が死亡率に与える影響を摂取するタンパク質の違いに着目して追跡したところ、動物性タンパク質の摂取量が多い低炭水化物食のグループのハザード比が優位に1を超えたのに対して、大豆など植物性タンパク質の摂取量が多い低炭水化物食のグループのハザード比は優位に1を下回りました。なぜ炭水化物の代わりに動物性タンパク質の摂取量を増やすと死亡率が高くなるのでしょうか。まず理由の一つとして考えられることは、米国人はタンパク質として牛肉や豚肉などの赤身肉を好む傾向があるということです。加工肉を含めた赤身肉の摂取が全原因死亡率に与える影響を調べた2014年のメタアナリシスによると、消費量最小カテゴリーに対する消費量最多カテゴリーの相対リスクは優位に1を超えたとのことなので、糖質制限で赤身肉の消費を増やし、腸内環境を悪化させて健康を害したという可能性が考えられます。もう一つの理由として考えられるのは、動物性タンパク質は植物性タンパク質よりも腎臓に負担をかけるため、動物性タンパク質の大量摂取は腎結石などの腎障害を引き起こしやすく、その結果死亡率を高めるという可能性です。2021年に発表された研究は、米国の参加者を24年間追跡して、低炭水化物ダイエットが死亡率に与える影響を慢性的な腎臓病の有無で分けて調べました。その結果、慢性腎臓病を伴う場合、糖尿病、心疾患、がんの患者を除外しても、低炭水化物食スコア最低の4分位数に対する最高の4分位数のハザード比は1を優位に超えましたが、慢性腎臓病を伴わない場合はそうではありませんでした。それゆえ、動物性タンパク質の大量摂取が死亡率を高める原因として、腎機能悪化も候補となります。タンパク質だけでなく、糖質と脂質に関しても選別が必要です。1999年から2014年にかけて、3万人以上の米国成人を対象に行った前向きコホート研究は、同じ糖質でも全粒穀物、野菜、果物の糖質は健康的、精製穀物や砂糖は不健康、同じ脂質でも不飽和脂肪酸は健康的、飽和脂肪酸は不健康としています。その根拠は、各食事スコア20%タイル増加あたりの総死亡率のハザード比が、不健康な低炭水化物食で優位に1を超え、
健康な低炭水化物食で優位に1を下回り、不健康な低脂肪食で優位に1を超え、健康な低脂肪食で優位に1を下回ったという結果です。以上から健康を重視したダイエットにおいては、糖質と脂質とタンパク質の量的な比率変更よりも、糖質、脂質、タンパク質、それぞれの質的な食材選別の方が重要という結論を導けます。つまり、糖質制限よりも糖質選別ということです。脂質やタンパク質などをどの食材から取ればよいかという話はまた別の機会に譲り、このプレゼンテーションでは、どのような糖質を摂取すべきかに話を限定し、次の章で具体的な提案をしたいと思います。第3章、糖質選別をどのようにすればよいのか。優先的に摂取すべき炭水化物には2種類あります。一つは消化に時間がかかる炭水化物、すなわち低グライセミックインデックス、低グライセミックロードの炭水化物で、血糖値スパイクを防止する働きがあります。もう一つは消化しにくい炭水化物、すなわちプレバイオティックスで、腸内環境を改善する働きがあります。1番目は糖質制限の長所を受け継ぎ、2番目は糖質制限の短所を克服します。それぞれについて詳しく説明しましょう。グライセミックインデックスとは、食事から2時間後までの血糖値の上昇を示す指標で、グルコースを100とした相対値で表されます。グライセミックロードとは、食品に含まれる糖質の質量にグライセミックインデックスをかけて100で割った値です。つまり、グライセミックインデックスが負荷の質を表す指標であるのに対して、グライセミックロードは量をも考慮に入れた指数です。2019年に発表された欧米と東アジアを対象としたメタアナリシスによると、高グライセミックインデックス食の心疾患の相対リスクは10単位ごとに 1.24、高グライセミックロード食の心疾患の相対リスクは1日 65g ごとに 1.44 といずれも優位に1を超えました。この結果は血糖値スパイクを防ぐ重要性を示しています。次にプレバイオティクスを説明しましょう。これには2つの特徴があります。まず、消化管上部で消化されない。したがって食べても肥満になりにくい。そして腸内細菌の栄養源となる。その結果、腸内環境を改善するという特徴があります。具体的には食物繊維、オリゴ糖、レジスタントスターチ、糖アルコールなどがあります。代表的なプレバイオティクスである食物繊維の効果を示すエビデンスを紹介しましょう。2018年に公表された欧米とアジアを対象にしたメタアナリシスによると、食物繊維の最低摂取に対する最高摂取の生活習慣病になるオッズ比は 0.85 で優位に1を下回りました。体重を減らす効果はあまりないのですが、腸内環境改善による健康効果はあると言えます。では、グライセミックインデックスとグライセミックロードが低く、かつプレバイオティクスが豊富な炭水化物として、具体的にどのような食材を選べばよいのでしょうか。まずは主食となる炭水化物を探しましょう。
この表の数値を見ると、同じ穀物でも精製穀物よりも全粒穀物の方が低いことに気づきます。中でも全粒粉スパゲッティの数値の低さは注目に値します。しかし、日本のほとんどの小売店は全粒粉パスタを売っていないので、その点、どこの小売店でも売っているさつまいもはおすすめです。さつまいもは穀物ではないから主食になり得ないと思うかもしれませんが、米の代わりにさつまいもを主食としていた地域がかつて日本にありました。それは沖縄です。沖縄県民は食が欧米化する以前、日本一の長寿を誇っていましたが、その原因の一つとしてさつまいもが挙げられます。沖縄料理といえば豚肉と思っている人もいるでしょうが、それは戦後の話で、戦前の沖縄では豚肉はめったに食べられない贅沢品でした。それでも沖縄県民は大正時代から長寿であったことが知られています。それで17世紀以降栽培され、米の代わりに盛んに食べられていたさつまいもが注目されるのです。多くの日本人はさつまいもを焼いて食べます。しかし私は焼くことよりも茹でるか蒸して食べることをお勧めします。それには理由が2つあります。まず再びこの表を見てください。さつまいものグライセミックインデックスとグライセミックロードは茹でると低いけれども焼くと高くなります。この表にはありませんが、蒸した場合の数値は茹でた場合とほぼ同じです。もう一つの理由は焼くと終末糖化産物エイジズの発生が増えるからという理由です。エイジズとはメイラード反応、すなわち還元糖によるタンパク質あるいはアミノ酸の糖化反応によって作られる物質のことです。さつまいもには還元糖もタンパク質も含まれているので、高温で熱するとエイジズが発生します。茹でたり蒸したりする場合、100度を超えることはないので、エイジズの発生を抑制できます。エイジズは単に体内で発生させてはいけないだけでなく、体外から摂取することも避けたい有害物質です。2017年に公表されたメタアナリシスによると、低エイジズ食はインスリン抵抗性、総コレステロール、LDL コレステロールを優位に低減させたとのことで、生活習慣病予防に効果があります。さつまいもはまた水溶性食物繊維、不溶性食物繊維、レジスタントスターチといったプレバイオティクスを豊富に含めます。レジスタントスターチとは消化吸収に抗うでんぷんという意味で、食物繊維と同じような好ましい働きをします。宮城教育大学の研究によると、この表にまとめたように、さつまいものレジスタントスターチの量は、どの調理方法でも冷やすことで増えます。茹でた後に冷やすと最も高くなるので、茹でるのが一番良いと思うかもしれません。しかし、茹でるという調理方法には、栄養素が水に流れやすいという欠陥があります。さつまいもには、抗酸化、抗糖尿病、抗潰瘍、抗腫瘍、免疫機能強化の効用をもたらすさまざまな薬用成分が含まれているので、この写真にあるように煮汁を捨てずにのけておいて味噌汁やスープに活用するなどの工夫が必要です。
また紫色の皮も栄養豊富なので、剥かずにそのまま食べましょう。もちろん糖質はさつまいもだけでなく、さまざまな野菜や果物からも摂取されるべきです。果物は甘いから健康に良くないと思うかもしれませんが、フルーツジュースとは異なり、ほとんどの果物は食物繊維が豊富であるため、糖の吸収が穏やかで、低グライセミックインデックス、低グライセミックロードです。10万人以上の米国人を対象としたメタアナリシスによると、果物や野菜を毎日5皿食べる人の毎日2皿食べる人と比較したハザード比は、総死亡率、心疾患死亡率、がん死亡率、呼吸器疾患死亡率のいずれでも優位に1を下回っています。最後に結論をまとめましょう。糖質制限よりも栄養バランスの良いダイエットの方が好ましいけれども、炭水化物なら何でも良いということはなくて、例えば精製穀物の代わりにさつまいもや全粒穀物を主食にして、砂糖入りの菓子の代わりに果物をデザートとするなど、グライセミックインデックスとグライセミックロードが低く、プレバイオティクスを多く含む炭水化物を優先的に食べる糖質選別の方が健康効果が期待できるということです。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。